きなこ先生、IPO って知ってる？株式公開ってやつ。もちろん知ってるわよ。急にどうしたの？ IPO したら株がバーンって上がってめっちゃ儲かるんやろ。ワイもひまわりの種で投資したいわ。ひまわりの種は通貨じゃないから、そんな単純な話じゃないのよ。でもね、タイミングはいいわ。今日はまさに IPO の話をしようと思ってたの。どこの会社が IPO するの？アンスロピックよ。クロードを作ってる会社 IPO の準備を始めたって報じられてるの。しかもね、評価額が5年で690倍、1億2400万ドルから3800億ドルよ。690倍？ほんまかいな。ひまわりの種が690袋になるってことやん。今日はその IPO 準備の裏側から巨大テック企業の投資戦争、そして前例のない上場構造まで徹底的に深掘りしていくわよ。よーし、今日もがっつり深掘りするぞ。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよさて、ここからが本題。アンスロピックの IPO 準備について詳しく見ていくよ。う。IPO って株式を公開して誰でも買えるようにすることだよね。そうそう。で、事の発端は2025年12月、フィナンシャル・タイムズが大スクープを報じたの。アンスロピックが IPO 準備に着手して法律事務所ウィルソン・ソンシーニを起用したという内容ね。ウィルソン・ソンシーニってどんな事務所なの？正式名称はウィルソン・ソンシーニ、グッドリッチ&ロザーティ、シリコンバレーの IPO では最強クラスの法律事務所なの。アップル、グーグル、テスラ、リンクトイン、テック業界の歴史的 IPO をいくつも手掛けてきた名門なの。めっちゃ豪華やん。テック界のレジェンドばっかりやで。しかもウィルソン・ソンシーには2022年からアンスロピックの法務顧問を務めていたの。つまりずっと一緒にやってきた弁護士さんに上場もお願いしたってことか。かかりつけ医が大病院の先生だったみたいな安心感だね。いい例えね。信頼関係があるわけ。スムーズに進められるってことだね。ただし重要なのはここ、 IPO の時期はまだ確定していないの。準備してるのにまだ決まってないの？アンスロピックは公式に決定していないと繰り返し明言しているの。2026年後半から2027年が有力と見られているけど、面白いのはカルシっていう予測市場ではアンスロピックがオープン AI より先に IPO する確率が 72% と出ているの。おわ、賭けの世界ではアンスロピックの方が先だって見られてるんや。ただしこれはあくまで市場参加者の予想であって公式情報ではないから注意してね。ここからはアンスロピックの評価額がどう膨らんできたのか、資金調達の全記録を見ていきましょう。まず2021年5月のシリーズ A で調達額が1億2400万ドル、評価額は約5億5000万ドルだったんだ。翌2022年4月のシリーズ B では5億8000万ドルを調達して評価額が約40億ドルに跳ね上がりました。このシリーズ B を主導したのがサム・バンクマン・フリード率いる FTX だったんだよね。その後 FTX が破産して持ち分は2024年3月に約8億8400万ドルで売却されています。2023年になると Google と Amazon という超大型プレイヤーが次々参入してくるんだ。Google が2023年2月に3億ドルで 10% をストック、Amazon は9月から累計80億ドルを投じています。80億ドルって東京スカイツリーが130本くらい立つ金額やで。たとえ話のスケールが大きすぎますね。でもそれくらいの金額が動いているのは事実です。2024年2月にはシリーズ D で7億5000万ドルを調達、評価額は184億ドルに到達。2025年3月のシリーズ E で615億ドル、9月のシリーズ F では1830億ドルまで跳ね上がりました。そして2026年2月のシリーズ G でついに3800億ドル、日本円で50兆円超えや。シリーズ A からの5年間で評価額はおよそ690倍に成長したことになります。累計調達額は約673億ドル。でもさ、この評価額って実力に見合ってるのっていう疑問もあるよね。そこで収益を見てみましょう。年間ランレート収益は
2022年の約1000万ドルから2026年2月に140億ドルへ成長しています。3年連続で10倍成長ってすごいな。PSR で見るとアンスロピックは約27倍なんだ。 PSR は株価売上高倍率のことで、評価額を年間売上で割った数字ですね。低いほど割安とされます。オープン AI の42倍と比べるとアンスロピックの27倍は規律的って評価されてるんだよね。ただしアンスロピックはまだ赤字です。2024年だけで27億ドル以上の損失と推定されています。売上は爆発的に伸びてるけどまだ赤字。この成長借益化のバランスが IPO の評価を左右するポイントだね。さてここからはアンスロピックに誰がいくら出して何を得たのかを見ていきましょう。累計の調達額が約673億ドル、投資家は90以上って、もうこれ国家予算レベルだよね。まず最大の戦略投資家アマゾンで累計80億ドルを投じています。しかも AWS を主要クラウドパートナーにして110億ドル規模の AI 専用データセンターまで建ててるんだよ。でもポイントはアマゾンは持ち分の上限が 33% 未満で、取締役の議席も議決権も持っていないの。1兆円以上出してるのに口出しできないの？アンスロピックが独立性を守るための設計よ。次に Google、累計 37.5 億ドル以上を投資しています。 Google も持ち分 14% で上限 15%、最大100万機の TPU へのアクセスを提供してるんだよね。そしてマイクロソフトが2025年11月から参戦、最大50億ドル。マイクロソフトってオープン AI の 27% も持ってるよね。両方に投資ってめっちゃ大胆やな。明確なヘッジ戦略ね。 AI 競争でどちらが勝っても利益を得られるようにしてるの。競馬で1番人気と2番人気の両方にかけるようなもんだね。どっちが来ても当たりっていう。 NVIDIA も最大100億ドルをコミット。マイクロソフト、NVIDIA との3社提携の一環です。 NVIDIA は GPU を売る側でもある。お客さんに投資してそのお客さんが GPU を買い続ける、よくできた仕組みだな。ただしこの構造には循環型ファイナンスという批判もあるの。投資したお金がクラウド利用料として投資家に還流するって。自分が投資したお金が回り回って自分の売り上げになるってちょっともやっとするよね。最後にシンガポール政府投資公社の GIC シリーズ G を共同リードしているわ。 Amazon、Google、マイクロソフト、NVIDIA、巨人たちが全員持ち分を持ってるけど議決権は誰も持ってない。巨額の資金を調達しながら経営の独立性を制度として守っている。これがアンスロピックの投資家構造の最大の特徴ね。でもこの独立性の仕組みって実はもっと深い構造があるんだよね。ここからがアンスロピックの IPO で一番注目すべきポイントよ。アンスロピックは設立当初からパブリック・ベネフィット・コーポレーション、略して PBC という特殊な法人形態をとっているの。 PBC？ 普通の会社と何が違うの？普通の会社は株主の利益を最大化することが法的な義務よね。でも PBC はデラウェア州の法律で株主利益と公益の両方をバランスさせる義務があるの。つまり儲けだけ考えればいいじゃなくて世の中のためになることもやりなさいって法律で決まってるんだ。アンスロピックの定款には人類の長期的利益のために AI を責任を持って開発することと明記されているわ。さらにユニークなのが LTBT という仕組みよ。ロングターム、ベネフィット、トラスト、長期利益信託。信託？なんか難しそう。噛み砕くとどういうことを？簡単に言うとアンスロピックの株も持っていない外部の専門家5人が取締役会の過半数を選ぶ権限を持つの。株主でもないのに取締役を選べるの？それめっちゃ変わってない？普通のテック IPO では創業者が議決権種類株式で支配権を握るでしょう。アンスロピックはその逆、創業者が自ら支配権を手放して AI 安全性の専門家たちに権限を委ねている。なるほど。でもこれ株を買う投資家からしたら微妙じゃない？自分たちに決定権がないわけでしょ。そこが最大の課題ね。
過去に PBC で上場した企業はあるの。レモネードや OB、パーカーとか。でも3800億ドル規模の PBC が、しかも LTBT を持ったまま上場するのは完全に前例がないの。利益最大化が目的じゃない株をウォール街にどう説明するねん。まさにそこがアンスロピックの IPO が史上最大の社会実験と言われる理由よ。さあ、ここからがめっちゃ面白いとこやで。アンスロピックの評価額3800億ドルに対してオープン AI は8400億ドル、倍以上の差があるんだ。でも注目すべきは PSR。 アンスロピックの PSR は約27倍、オープン AI は約42倍なの。評価額は低くても収益に対する倍率はアンスロピックの方が堅実なのよ。例えば年商100万円のお店に2700万円の値段がつくか4200万円がつくかみたいな話だよね。オープン AI の高い評価額の理由はチャット GPT の週間アクティブユーザーが9億人という圧倒的な規模なの。さらにソフトバンクが646億ドル超の戦略的コミットメントを出していることも大きいわ。一方でアンスロピックは売上の 80% がエンタープライズ向け、 AWS、Google、クラウド、Azure の全部に対応してるのが強みだよね。企業形態の違いも面白いポイントね。アンスロピックは設立時から PBC、 オープン AI は2025年10月に PBC へ転換したの。でもこの2社だけじゃないんだよ。2026年はメガ IPO の当たり年になりそうなんだ。スペース X が XAI を統合して合計評価額 1.25 兆ドル、史上最大の IPO になる可能性があるわ。スペース X、オープン AI、アンスロピックの3社だけで合計時価総額が約 2.9 兆ドルやで。2026年の IPO 市場全体で550億から650億ドルの予測だから、3社の規模が異次元すぎるのよ。で、じゃあどっちが先に IPO するのってところなんだけど。予測市場カルシではアンスロピックがオープン AI より先に IPO をする確率を 72% と予測しているの。オープン AI も2026年後半の IPO を目標にしてるし、まだまだわからないけどね。どっちにしても2026年はとんでもない年になりそうだ。ここで大事な問いに向き合いたいの。この盛り上がり、本物の成長を、それともバブル？バブルって言葉、最近めっちゃ聞くよね。ドットコムバブルの二の舞になるんじゃないかって心配で。実はオープン AI のサム・アルトマン自身が2025年8月に投資家全体が AI に過度に興奮していると発言しているの。当事者が言うんかい。それ自分のとこの話ちゃうの？さらにノーベル経済学賞受賞者のダロン・アセモブル教授も AI モデルの能力は古代洗練されていると警告しているわ。ノーベル賞の先生まで言ってるの？それはちょっと怖いな。バンク・オブ・イングランドも AI 企業の過大評価がグローバル市場の調整リスクになると指摘しているの。中央銀行まで心配してるってことは、もしバブルが来てたら世界経済にも影響するってこと？2026年2月の NBER 研究では企業の 90% が AI による生産性向上を実感していないという結果も出ているわ。9割、ほとんどの会社が思ったほどじゃなかったって感じてるってことただしここからが重要よ。ドットコムバブルとの決定的な違いがあるの。当時は売上ゼロで上場する企業が続出したけど、今の AI 企業には実際の収益がある。アンスロピックも3年連続10倍成長で、フォーチュン10のうち8社が顧客なんだよね。データセンターという物理インフラにも巨額の投資が進んでいて、実体のある価値がちゃんと存在するのよ。つまり泡っぽい部分もあるけど中身のある成長もしてるってことか。過熱した期待の中に本物の技術革新が混在しているというのが今の正確な見方だと思うわ。バブルか本物かの二択じゃない。その見方大事だね。さて今日のまとめね。アンスロピックは3800億ドルという驚異的な評価を受けながら IPO の準備を進めているの。Amazon、Google、マイクロソフト、NVIDIA の巨人たちが投資しながらも議決権を持たない独特の構造もお話ししましたね。しかもただの上場じゃなくて
PBC っていう公益法人の仕組みで安全性を守ろうとしてるんだよね。LTBT という仕組みで AI 安全性の専門家が取締役の過半数を選ぶ、まさに前例のない社会実験で、収益は急成長中だけど先行投資も膨大、 AI バブルの懸念もある中で市場がどう評価するかが注目ポイントね。 AI 企業の IPO って技術力だけじゃなくて信頼の設計も問われる時代なんだなって思ったよ。2026年はスペース X、オープン AI、アンスロピックのメガ IPO ウェーブが来るかもしれない。目が離せないね。そういえば飼い主さん、この動画の編集中にずっとそわそわしてたわよね。ああ、絶対 IPO したら株買おうとしてるやつや。クロード、プロの月額課金にマックスプランの追加課金にさらに株まで買ったらお財布が大変なことになるわよ。アンスロピックに課金して株も買って、もう完全にアンスロピックに人生投資してるようなもんや。まあ推し活の一環ってことで多めに見てあげましょう。さて、みんなに聞いてみたいんだけど、アンスロピックが IPO をしたら株を買いたいと思う？ PBC の仕組みについても投資家として安心なのか不安なのか、ぜひコメントで教えてね。オープン AI とか Google の AI 戦略との比較も別の動画で詳しく解説する予定だよ。興味があったらチャンネル登録して待っていてね。それじゃエンディングはここまで。この動画が気に入ったらチャンネル登録と高評価よろしくね。通知オンにしてくれたら関連動画も見逃さないよ。バイバイ。またね。